イクラドでジョンです。今回は日本最強の呪言に詰めたる世界一礼節のデイ3やっていきたいと思います。結果ね、35対43ということでね、お察しの通りですね。攻め残しが3発というところでね、いきなり3発も出てしまいました。というわけでね、早速やっていきたいと思います。さあ、一番上は、ユタ14さんが攻めてますね。6時クイーン置いて、アーチャー置き、9時は10日弊社ですね。うん。で、ドルイド型のルートライダーと真ん中レッツゴーで、10日弊社の方にね、ドルイド投げてたんですけど、バルキリーについてて、バルキリーが死んじゃったので、内側の方にドルイドは寄ってきましたね。で、ポイズンしっかりクイーンに置いてから、ウォールブレーカーつけてって、トームをかけていきます。で、モノリスの方はね、残したいので、スケルトンの呪文でターゲットを取って、モノリスを見せていくような形で取っていきましたと。はい。ここまでずっとね、フルエルスでね、回れるのがやっぱドルイドの強いところかな。ずーっとね、回復を入れ続けてくれてる。ルートライダー部隊、全く減ってないでしょ。ルートライダー僕4体しか積んでないんで、バルキリーの HP が常に高く保たれてればって感じではあるんだけど。で、モノリスの方もね、ポイズンで封殺して進めて、呪文がね、まだレイジ3発守ってて、むしろどっかに撃った方が良かったかもしれないですね。こんなにあってもみたいな感じなので、ロイちゃんのところに2枚敷き詰めて、で、クイーン、じゃあロイちゃんの方がね、すごい動いちゃって、スケルトンに釣られて、クイーンに釣られてで、想定と違うところを走り続けて、ちょっとしんどいなって感じ。能力使っていって、またリクスケ釣られてるわ、あいつ。で、あとはキングとクイーンと能力を残した状況、プラスレイジが残っていると。はい。2ヒーローの能力残して呪文守ってれば、まあって感じかな。9大点ぐらいかな。逆に言うとね、キングの能力をまた別のところで使うこともできたと思うしね。これ、キングは回るのにクイーンは壁殴るんだね、これね。どういうことやねんって感じだけど。弟子さんクイヒーラバレー。ポイズンタワー、違ういや、インビジブルタワーがあるところなので、ランチャー持ってきて怪獣用に使うのかなって感じですかね。美味しい。で、ストライカーも当たるところなので、偉いな。ストライカーから打ってくれたクイーン。めっちゃ偉い、それ。ストライカー2発とも。素晴らしい。ホーミングチェック投げ時。投げず。そっち行くんだ。これもポイズンかけたことで、ストライカーのね、攻撃一度も受けず。なるほどね。イメージ、こういうイメージか。で、ランチャー起動からのウォールブレーカー開けといて、タウンホールの方に戻せるようなイメージなのかな。キング2層イーグル4までラバル9時からか。穴開けないっすね。でもこれ別に外周残ってるからランチャー使う必要ないんだけど、クイーンをタウンホールまで向けるみたいなイメージかな。クイーンクローク打って、ホーミングもちょっと受けちゃったところだしね。そうなんだ。キングタウンホールか。なるほど。6時キング、ウォールブレーカー2層イーグルまでかと思った、これ。違うね。これランチャーでさ、クイーン、タウンホールに戻せるじゃん。そっちかと思った。これもこれで強いね。クイーンの方もね、これ、一旦入らないからね。くるっと待ってくれた。で、ランチャーの方を転がしていって、インビジブルターンの解除をしつつ、中身のバルーンかな。バルーン出てきましたね。はいと。クイーンの方はちょっと外周ぐるぐる回りながらっていう展開になっていきそうです。で、まだレイジが残ってるので、ここにレイジ打って、フリーズ打ってというところ。ロイヤルチャンピオンもレイジに乗りつつ合流をしていく。強いね。なんか結論どっちでも全開にはなりそうなんだけど、やりやすい方っていうか確実な方。タウンホールが確実に取れるのはキングを使った方ではありますね。
バーサス。おお、ドラゴンに戻りましたか。花火かな。スーパーボーラーをね、2連投してた形ではあったんですけど、ドラゴン編成に戻ってきたようです。ドラゴン展開から、防衛施設も結構遠いんでね、この辺、シングル IT の竹さえバルーンで取れればいいなーみたいな感じ。しっかりトームも入れて、突撃艦も入れていく。でも、ノリスのターゲットはここは、スケルトンで、なんだこの援軍すごい援軍飛んできた。あウォーデン一瞬で死にましたね。なんだそれ。とんでもない援軍が飛んできました。いやー、綺麗に刺さったなー。対空砲もど真ん中っていうところで、なかなか尖った配置プラス尖った援軍でしたね。華麗にウォーデン溶かされていって、ウォーデンはこれはヒーリングトームか。トーム撃った後速攻で落ちたもんな。ヒーリングトームの効果がなくなっちゃうのか、ウォーデン落ちちゃうと。そうか、回復しなくなっちゃったんだね、今ので。じゃ、結構今の速落ち痛くね。今の痛いよね。トーム後のじわじわヒールがなかったってことでしょ。痛いな、それ。クイーンクロークで壁突き破って、合流をしていきます。フォックスさえ生き残ってくれればね、ターゲットはいずれクイーンの方で取れるって感じのイメージのクロークだったと思うんですけど、そこがちょっと間に合わず、もう一回壁を殴ることになってしまいました。ヘイスト薬付きのロイヤルチャンピオンここまで生存できて、最終ぐるぐる回っての全開と。防衛ストライカーもね、刺さるとほんと強いよね。チャーさんライドラ9体、オーバーグロー型。前回はね、オーバーグロー、1分7秒ぐらいかな。いいタイムですね。非常にいい。アローでインビジブルター日本海上。強いですね。消化弊社サイドカットの、チェインが入らなくなった。トーム打ちたいね。打っていく。しっかり対空砲のタゲもトームかかった方のユニットで取れてて、ここでも早くもオーバーグローかけてきました。エアスイーパー2本のところですね。いや、これ強いな。で、キングの方をサイドカット入れて、タウンホールの方に誘導していくようなイメージ。タウンホールはね、残ってますからね。そうすると、この左の方にライドルが向かってくると、これめっちゃ強いな。オーバーグロー型のライドルかなり強いんじゃないこれ。2本連続で見てるんですけど、2日連続で見てると。タウンホールの方は、ライドルとかもね、ちょっと寄ってくれてもいるし、出ちゃったかい、これ。とはいえだな。フリーズ打っていや、強いな、これめっちゃ強いな。いや、かなり強いな、これ。前回と合わせてかなり強いわ。ちょくちょくね、ライドラにも、オーバーグローを使って攻めてるアタックとかね、世界大会の予選とかでもね、ちょくちょくあってはいたんですけど、強いな。コマくん、ルートライダーラッシュ、ドルイド型。キングの方を9時に誘導、オールブレーカーつけていって、ストライカー合わせて、トームまで行きたいかな、そろそろ。トーム入れていきます。これもレイジージェム型ですね。前回から組み合わせで使ってると思うんですけど、レイジージェム。回復の方はドルイドに任せて、攻撃力を上げるレイジージェムを採用しろというのが、このね、ヒーローギアのコンセプトだと思うんですけど、ウォーデンはめちゃくちゃです。穴開けもしてくれましたので、ジャンプを使ってはいますが、ドルイドじゃない、ルートライダーがね、いい穴開けてくれてましたね。ここも。キングはまだ能力を温存した状況です。合流ができすぎちゃったので、穴も開いていきましたが、外の方も穴が開いてる。で、タウンホールのところはロイヤルチャンピオン、クイーンが触れる状況、能力解放で避けたいポイズン。先に、ポイズン食らう前に、マルチアーチャーターにちょっとダメージを入れ、サッカーボール強いねー。ヒーローギアの選択も面白いですね。確かにドルイド入れた時はね、レイジジェムもありだし、
コア君も結構サッカーボール使ってますね。ガク、ライドラッシュ。これもタイム早いね。いいタイム。ボマー型。やっぱライドラはね、タイムのスペックが高いですね。うん。レインとか入って、ボマーも対空砲の方に向かってフリーズと。まあ、ライドラッシュやる上でこの呪文さばきっていうのがね、一番大事なところになってきます。どこに打つかね、どのタイミングで打つかっていうのもセンスが出るところでもあるし、結構ね、状況判断をね、様子見てやんなきゃいけないところ、ライドラチェイン、モノリスの方までぶっ飛びましたね。すごいところ、ロイヤルチャンピオンも、外周部からロケットスピアぶつけていって、ロイヤルチャンピオンにもレイジかけちゃって、強い。で、ライドラがまだ9時の方生き残ってます。全員がね、ちょくちょく入っていって、で、スケルトンを生み出した投石した潜り込み。ベビドラが罠を回収してナイス全開。余裕すぎる。スミスルートライダーラッシュ。これもドルイド型ということで、基本的にね、サブアカ勢以外はみんなドルイドを採用してるので、ドルイドはね、まあ1体であっても、入れた方がまあ強いと言えるんじゃないかなと思います。僕も圧倒的に入れた方が強いと思ってます。やっぱ回復、特に回復大好きマンなんで、昔からね、どのゲームでも回復大好きマンなんで、ヒーラーとかすごい大好きでね、クイヒーとかやってる。HP 管理大好きマンなんでね、本当に。もうすぐ気になっちゃう。乾燥じゃないって。もうだからね、携帯の充電とかもやっぱね、すぐ 100% になるまで充電しちゃうんですよね。あんま良くないって聞くけど。携帯の充電まで回復させちゃってますから。さあ、裏の方をスーパーバーバリアン回収していきます。ストライカーも全部投げ切っちゃってるので、このキングの対応は、バーバリアンとかで拾ってゴリ押し突破するしかないですかね。スケルトンの行き先も、マルチだよね。マルチ IT なので、特になかったところなんですけど、もう打っていって。キングガントレット、それ壁越しなのに強すぎないそれ。壁中か、それ。折れてんのね、壁。今折れたかもしんないけど。で、うち3クイラは、うわ、めっちゃ突撃艦投げそうと思ったけど違うのかな。そうっぽいわ。キングのタゲ取れたら投げれるね。ここよな、さすがに。この入りするならそうでしょうねって感じ。モノリス一瞬で折れたね。イエティもなんかちょっと地味なバフ食らってたしね。バグ修正なのかななんかわかんないけど。いいや欲しい。レイジをかけたことで、プラスで壊せる施設はなかったんですけど、安定感のあるレイジになったかなと思います。かけなかったとこにね、モノリスプラスのマルチ IT まで折れない可能性もあるっていうところで、必要経費として打ってったレイジかなと思います。ここもいいガントレット早めに打ったことで、クイーンも、マルチ IT じゃない、AT。これはそうだね、対空砲打ったタイミングからここから出すと、より内側から通れるので、結構早い段階でこのヒーラーを確保できると。めっちゃいい。めっちゃいい角度。ここ1枚見たいところ。対空砲周りってやっぱホーミング置かれる確率高いからね。今の環境ちょっと微妙なところであるけど、無難に置くなら対空砲周りがやっぱ一番強いんで、ラバーハウンドすぐ解けるからね。もう一度ホーミングチェック重ねてつけていきます。とてもいいと思います。クイラバなんて特にね、バルーンの量に余裕があるんだから投げ得ではあると思いますね。僕なら3枚目投げますよ、ここ。そんなに延命する必要ないけどね。赤バクとか黒バクとか結構重心部解除できたらいいなってところと。
ポイズンタワーの時って特にね、投げた時に結構解除できたりもするからね。で、タウンホールの方はもうクイーンより先にロイヤルチャンピオンがたどり着きました。裏からバルーン対空砲に向けて、ヘイストでバルーンがマルチ IT ぶつけてきて、非常にいい形。いいですね。いいクイラバ。クイラバ勢がみんなやっぱ安定して展開取り続けてます。ニャロメクイラバ。確か先月もね、クイラバ勢全員全開って話した気がするんで。ね、確かルートライダー使ってる人が、こけましたよみたいな、先月の締めくくりだった記憶があるので、これも突撃艦というところで、まあ、ニャロメとヨッチさんはね、同じクランでやってたっていうところもあるし、戦術もちょっと似てるっていうところで、まあ、ある程度、戦術結構とかやり方が結構似てくるところもあるのかもしれないですね。ウォールブレーカー2枚連続で、ここはレイジまで乗っけておく。非常にいい形。ホーミングチェックのバルーンもいいタイミング。いいね。めっちゃいい。めっちゃいい、これ。素晴らしい。あるもんな、それは絶対に。で、キング切ったことで、外周クイーンが流れない。タウンホールも出るとてもいいルートかなと思います。安いありがとう。安いありがとうでルートがね、ヒーラーの角度が変わってくれる。で、インビジブル使っていいですね。援軍のターゲットをキングにずらして、足止めされない食い火完成。ポイズンの方も、これは陸全部見えたところなんで、ラバハウンドとかあったらね、これポイズン温存するシーンなんですけど、アイゴリとかだったので、もう打ち切ってキングに任せるようなイメージ。で、ヘイストとレイジ合わせておいていきます。HP が高いんでね、こっちの方がモノリスとか超団体砲とか。で、9時側か。9時側の方はそんなに高くないところ。まあ、クロスボウぐらいなんですけど、対1なので無視していいというところ、ヘイストの方を使っていきましたと。で、ロイちゃんどこにいんだ？使ってねえのか？来たね。4時から来たね。まあとはそうだね。このクイーンを延命するかどうかぐらいの判断なんですけど、レイジフリーズとかにね、他に使うところもないので、延命かけます。で、残ったユニットを全部ぶん投げて終わりですね。ストライカー、しっかりキングに当てたんだけど、巨爆ヒットで溶けちゃう。なんだけど、フォックスの方が消しちゃう。ロイヤルチャンピオン能力解放、爆速で逃げていくわ。だから。ニャラメってなんで毎回ユニット出さないんだよね。次ユニットこれ重なんのめんどくさくない？なんかさ、ユニット資源いらないじゃん、もう。なんか次のユニット来るから、もう消した方が良くない？むしろ。呪文よりユニットを残す方が不便じゃない？この辺の感覚、なんか、変よな、やっぱね。変人なんで。変人ではあるけど、まともではあるっていう、ちょっと変な人なんですよね。さあ、アイゴルをつけていって、キングを、ロイちゃん区画にぶつけていくと、星さん。強いね。強いわ。さあ、壁越しに金山持ってくれたことで、イーグルまで、キングが、やばすぎるキングがやばすぎる。お釣り出るぐらいの火力のところにぶち込んだので、お釣りがだいぶでかかったっすね、これは。で、これ、クイーンの方は外周に向かうような形をとってますね。うまい。穴開けの方は、つなぎ目かけるんじゃなくて、これ、対地クロスを打った後に、くるっと対空砲にね、外の対空砲を拾って、どうなんだろうね。繋いでもいいような気もするんだけど、外回すようなイメージで作りましたね、ルートを。ウォールブレーカーミスなのかな？どっちだろう。さあ、バルーンかけて、ここは、インビジブルタワーの解除をさせてから突撃艦バルーン。いや、それうま。インビジブルタワーの区画こうやって突破してんだ。最近さ、タウンホールじゃないところに、インビジブルタワーある配置、結構ね、ルートライダー対策で多いんだけど、こうやっ
ってやってんだ、これ。うんま。なるほどね。まあ、これは結構ラバルにしかできないんじゃないかな。2段階ユニット展開で解除してから出すみたいなのは。ルートライダーとかだとちょっとユニットの容量がね、でかすぎるので。まずはバルーンで解除してっていうところ。バルーンの配分ね、軌道の配分とかもぴったりでしたね。いや、これはやっぱりやり込んでないとできない。普段からね、こういう解除方法してるんだなっていうのが見える形だったっすね。一番簡単なのはね、ジャイアントアローとかなんだけど、こうもいかないからね。本日ラストアタック、カズマくん、ルートライダーラッシュ、ジャンプ入り、シューターですね。やっぱシューター軸に考えてるみたいですね。シューターが一番手っ取り早く簡単にバックアド取れるからね。時間制限ないときって。おい、ワンプッシュポンって置けばいいだけだから、もうこんなん。あとはね、さすがにテスラチェックとかしてあげなきゃいけないんだけど。あと、ルートライダーラッシュってね、迫撃のタゲ取りに、まあ、バルキリーがいたり、ババーチャ積んでもいいしで、豊富なんですよ、受けが。これも強いね。クイラバとかなんかクイヒー展開中に、まあ、陸ユニットそんな持ってこないユニットで、なんか対応しなきゃいけないとかよりも圧倒的に簡単なんで、ラッシュラッシュ時間も意識しなくていいから。時間切れがね、ほぼないからね、ルートライダーラッシュって。シューターに時間使っても間に合うっていうところも強い。ルートライダー若干後出しもしつつ、のレイジ、トーム。まあこれ全部出しちゃうと左サイドの方に行っちゃうから、右サイドのね、このウィズ島とかをあえて残したところでみたいなところもあるかなって感じですかね。で、ここはタウンホールも隠していくようなインビジブルかけていきました。まあ残してタウンホールヒーローたちで拾いに行くのもありなのかなとか思ったんだけど、まあ今回は隠していくような展開。まあでもこれ隠したことでルートライダーたち食らわなく進みましたね。まあ無難なのはね、何でもかんでもタウンホール隠しちゃうことなんですよ。なんか、そっちが無難なんだって思われるかもしれないけど、一般の方から、一般っていうか、使ったことない方からするとね、結構ね、星2を安定させるためにもタウンホール隠す方がいいみたいなところもあったりするんだよな、意外と。はい、というわけでね、終わりまして、まあ結果はね、最初に言った通りなんですけど、いい前回もかなり多かったですね。タイムもね、いいタイムの前回も多く、タイムがいい前回っていうのは基本的には内容もいいアタックになっていることが多いので、レベルも高いアタック多かったかなと思います。はい。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、お願いします。その次にお会いしましょう。さよなら。